今日の調べてみたらのテーマはゴールデンウィーク直前、新スポットも誕生してにぎわう羽田空港と東京駅です。無料の足湯に浸かりながら楽しめるのは飛び立つ飛行機をこんなに間近で、さらに今年オープンしたばかりの巨大施設には連日行列の絶えないお店が。うどんと同じ感覚で食べてたら全然中入ってがなくてツルツル滑って、そこには平べったくてツルツル食感の不思議なうどんが。一方、東京駅にも行列ができる珍しいグルメが。新食感で今まで食べたことないような超レアなハンバーグ、その食べ方は？さらに東京駅でこの値段？本マグロの中落ちがなんと1貫70円。ということで今回はゴールデンウィークに向け知っておきたい旅の玄関口、羽田空港と東京駅に今どんな人気グルメやスポットがあるのか調べてみました。まずは空の玄関口、羽田空港。そのすぐ隣に今年全面オープンしたのが羽田エアポートガーデンです。およそ80のお店やホテル、飛行機を眺めながら温泉まで楽しめる話題の新スポット。一体どんなお店があるのか、早速中に入ると、羽田の第3ターミナルから直接入れるようになっています。まず長い通路に日本の名産品15軒のお店が並ぶエリア、ジャパンプロムナードがお出迎え。色鮮やかな扇子が並ぶのは1718年創業の老舗、京都の白竹堂。扇子や手ぬぐいなど外国人にも人気の商品が並び、その先に進むとお茶の専門店も。人気は羽田空港限定パッケージのティーバッグやお水でも簡単に作れるスティックタイプの抹茶です。さまざまなお店が揃うエアポートガーデン。娘さんと一緒に来ていた60代の女性は、新しいので娘がまだ来たことがなかったので、いろんなやっぱり地方のものが見れるのが魅力。オーストラリアから帰国したばかりの30代の女性はエアポートガーデンの印象について、時間を潰そうかって思ってたらこんなに素敵な場所があるんだと思って、すっごい綺麗でびっくりしました。お店もいっぱいあるし。さらに奥へ行くと、そこには羽田参道というエリアが。全国各地のお店17軒があり、中には化粧筆を販売する人気店、京都六角館桜堂が。バラの形をしたチークブラシは羽田限定の商品です。さらに進むと、箸や和食器のお店しぐさ。60代の女性が買ったのは、上から子供生まれたので出産祝いと思って野球の折れたバットを再利用して作った箸、その名もかっ飛ばし。実はこれ WBC でチェコ代表がお土産に買ったことでも話題に。しかも頼めば名前などを彫ってくれるんです。男の子が生まれたんでセットで名前を入れてもらってにしました。続いて1階へ降りてみると、そこはグルメフロア。11軒の飲食店とフードコートがお出迎え。その中には大行列ができているお店も。
そのお目当ては何ですか？あんまり平べったいうどんってないので珍しそうなので。幅広いうどんみたいなのがあるみたいなんで。幅広いうどん？それがこちら。群馬県名物ひもかわうどんを3倍に広げた幅およそ5センチもある鬼ひもかわ。これをキュッと水で締めたらざるうどん800円です。その食感はどうなのか。母親と来ていた20代の男性は、うどんと同じ感覚で食べてたら全然なんか入ってがなくてツルツル滑って、新鮮な感じの食感があって楽しかったです。こちらの家族全員が食べていたのは揚げたてのエビの天ぷら2本をます寿司の上に、これを鬼ひもかわうどんとセットでいただく羽田限定のメニュー、花山御膳1580円です。天ぷらもすごいなんかサクサクして美味しかったです。すごい食べ応えがありました。ここ羽田でしか味わえないメニューは他のお店にも。豊洲市場の仲卸店直営金久米です。その限定メニューが毎朝仕入れる新鮮なアジをおよそ20秒油で揚げて、これをまだレアの状態で盛り付ければ、その名も生アジフライ定食です。一体どんな味なのか。横浜から来た50代の女性2人組は、もうこれはお刺身初めての感じ、すごい柔らかくってでも衣すごいパリッとして。続いて隣にある羽田イノベーションシティに行ってみると、そこには絶景スポットが。屋上からはこの景色、世界の旅客機を一望、壮観な眺めです。しかも私も5回目ぐらい来てる。めっちゃ気持ちいいです。足元を見るとなんと足湯が。これ無料なんです。さらにこの足湯にはこんな魅力が。運が良ければ風向きによって飛び立つ飛行機をこんなに近くで見ることができるんです。この時は幸運にも離陸ラッシュ。足湯は撮影会場に様変わりしました。ちなみに夜になれば光り輝く滑走路を前に一味違った雰囲気で足湯を楽しむことができます。続いて羽田空港へ戻り、第2ターミナルへ行ってみると、珍しい自動販売機を発見。売っていたのは世界の機内食です。フランスの家庭料理、鶏肉の赤ワイン煮込みコックオーバンや、こちらはアメリカ便で人気のエビの柚子胡椒クリームソース。柚子胡椒がアクセントになっています。メニューは全部で5種類。実際に機内食を作っている会社が提供していて、すべて1080円です。リゾート感たっぷりの家族が購入したのはパエリアとコックオーバン。珍しいって初めて見たので、なんかお土産になるかなと思って。この日の夜、早速食べたようです。続いては鉄道旅行の玄関口、東京駅へ。ここに今年3月に誕生した新スポットが。八重洲口の目の前、
地上45階建ての東京ミッドタウン八重洲です。早速中に入って2階に上がると、八重洲パブリックというエリアが。ここは新幹線や長距離バスの待ち時間にゆったりくつろげるスペースが充実するのはもちろん、異国の路地裏をイメージした屋台などが合わせて11店舗並んでいるんです。中には11時の開店前から行列ができているお店も。京都の超人気店、煮干しそば愛です。こちらでは期間限定で全国の名店が出店するポップアップラーメンが開催されていて、6月まではこの店が出店。その人気メニューが、ここ限定って書いてあったので、それで頼んだっていうか、限定っていう言葉に弱いのミッドタウン八重洲用に開発した限定メニューです。麦の香りが際立つ全粒粉を使った麺に、鶏と煮干しから丁寧に取った琥珀色のスープに京都らしい白だしを合わせます。チャーシューと柚子をのせたら、京都白だし中華そば880円です。初めて食べたという20代の男性は、すごくあっさりしてるんですけど、全粒粉の麺の食べ応えもあってすごく美味しいです。チャーシューも美味しいですね。口の中ですごくほどける感じで柔らかいですね。すごいさっぱりしてて、柚子もちゃんと効いててすごく美味しいです。開店直後から行列は途切れることなく、多い時で600食以上も出る人気のラーメン。でもラーメン以外にも人気のメニューがあるんです。それが大人の玄米卵かけご飯。玄米の横にふわふわのメレンゲを添えて、そこに鰹節と味の決め手トリュフオイルをかけます。最後にレンゲの上に卵をのせれば完成。見た目も味も新感覚のこの料理。でもあまりにも新感覚すぎて頼んだ人は、すごく美味しそうだなと思って、ただ食べ方がちょっと初めてなのでちょっとよくわかんないけど違う。どうやって食うのが正解だったの？食べ方がよくわからないという人が続出。しかしそのお味は、黄身の味がすごい濃くて、トリュフと卵一緒に食べる機会ないので、すごく新鮮な味がしました。食べ方はお好みですが、混ぜることで新感覚の食感と味がより楽しめるそうです。料金は単品で500円。ラーメンとのセットならプラス350円です。続いて一つ上の3階へ上がると、ここも飲食店が広がるグルメフロアです。イタリアンのオープンのテラスのお店、こちらにはうなぎのお店があります。多くのお店の奥にはうなぎをさばく、そんなスペースが見られるようになっているんですね。そんなお店がある中で、ちょっとミステリアスなお店を発見。書かれているのは加藤牛肉店と小川のウニの文字だけ。不思議に思う人も多く、おしゃれなので、夜のお店かななんて勝手に想像してしまったんですけれども、お肉屋さんだって思って実はここ、山形牛などを扱う肉のエキスパートと
見た目も味も最高級のウニを販売している2つのお店がコラボしたお店。夜は少しお高めですが、お昼は昼が多分狙い目なんだと思うんですよね。多分ね、夜はもっと高いんで。高級店の味がお得にいただけるランチが狙い目。そのためランチタイムには行列が。しかも開店から1時間半で。何が売り切れる？ミックスフライが売り切れです。贅沢に山形牛を使ったメンチカツとコロッケを丁寧に揚げたミックスフライ定食1500円です。続いては東京駅にあるグルメエリア、八重北食堂。そこにあるのが寿司のひなと丸。味わえるのは板前さんが目の前で握ってくれる本格的なお寿司で、昼時の店内は満席に。マグロを頬張る女の子は。そして人気の秘密は味の他にも。東京駅とは思えないほどの激安メニューがあるんです。それが本マグロの中落ち軍艦。これが1貫なんと70円。さらに本マグロの頭からほんのわずかしか取れない希少部位、マグロの頭の身は1貫300円です。めちゃめちゃ美味しいです。贅沢にマグロを5貫堪能できるセットは1350円。それぞれを単品で頼むより450円もお得なんです。ひなと丸では本マグロを1本丸ごと仕入れているため、このお得感を実現できるのだといいます。さらに八重北食堂を探索していると、ここにも長い行列を発見。何のお店なのか聞いてみると、新食感で今まで食べたことないハンバーグとステーキのなんですか、間みたいな。去年12月にオープンしたばかりのハンバーグのお店、極み屋。実は料理がかなり個性的だそうで、使うのは国産牛。玉ねぎやつなぎを極限まで減らしています。さらに焼くときに最大の特徴が、両面に軽く焼き目をつけて、もう完成ですか？ハンバーグは超レアで提供。その食べ方は、テーブルにそれぞれ鉄板があるため、自分好みに焼いて食べるのが特徴です。大きさは3段階、S サイズは単品で1199円です。神戸から叔母のいる東京に遊びに来ていた高校生は、めっちゃ楽しみ。ご飯もありだよね。どう？めっちゃ美味しい。思ってた以上に美味しい。すると、羽釜で炊いたご飯はおかわり自由なので、何度もおかわり。おかわりどうでした？しました。3回しました。連れてきてもらって。いやほんまにもう感謝しかないです。ありがたみ、神様みたいなもん。娘のために東京観光を計画したお母さんは、娘が水族館に行きたいっていう話があって、でもせっかくだから水族館行くんだったらちょっと他のこともやりたいねっていうことで、私が計画を立てたうちのこの一つのイベントっていうことで。水族館へ行く前のサプライズに親子揃って大満足のようです。おいしい？おいしい？なんかすごい肉々しくて、この脂が
本当になんか上品な感じで美味しいです。ということでゴールデンウィーク直前の羽田空港と東京駅を調べてみたら、限定グルメや珍しいお店も数多く、ここを旅の目的にしている人も多いことが分かりました。